こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お名前から自己紹介お願いいたします。はい、ウクレレと歌と漫談うるるじゅんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。このお仕事をされてどれぐらいでしょうか14年ぐらいです。その前は何をされてました？化粧品売り場の仕事は長かったんですが、ブーツモデルとか、あとは駐車場の誘導のお仕事とか、やっぱりダメだったなっていうのは、ちょっと営業のお仕事だったり、飛び込みで契約を取ってくるっていうバイトがあったんですけど、あれはちょっと3日ぐらいで辞めましたけどウクレレ奏者になったきっかけっていうのはどんなことでしょう？仕事帰りにちょっとうさばらしに、ライブハウスに行ったのがきっかけで、バンドの演奏を見てちょっと自分もやってみたいなと思ったのがきっかけでした。その時は何のお仕事でした？百貨店のお仕事で、正社員で安定はしてたんですが、もうお休みがなくて、で女性ばっかりの職場なので、ちょっとストレスも溜まったりして、新人で入った時は化粧品売り場にカウンターに座るのは10年早いから、あなたは後ろの倉庫でいなさいとか、で倉庫に行った時にどうしたらじゃあ売り場に出てこれるのかっていうのを自分で作った自作の名刺を配りまくったりとか、こっちも対策を負けずにやってきたりとかはしてましたね。お名刺っていうのは最初は持たされないんですか？最初は持たされないです。多分今は持たされると思うんですけど、まだ新人に作るのは早いって言ってくれなかったので、自分で紙に勝手に名前を書いて配ったりとか、裏にいつも閉じ込められてるんで、呼んでくれれば接客できるんですよなんてちょっと笑いも取りながら品物を運んでいって、出てきた時にちょっとお客さんに声をかけられた時に接客できるんで、すいませんこれどこにありますかみたいな聞かれた時にできるだけだから感じよくするんですよね。で、口紅とか塗ってあげたりして、それでその時にあなたなんて言うの、また来るわねって言われた時にチャンスと思って、すいません普段私新人なので裏に大体いるので呼んでくださいねってそのことについては怒られなかったですか？あなた何勝手に自作の名刺なんか渡してんのよみたいな。怒られますね。でやめました？いえ、続けてましたね年功序列ではあるんですけど、お客さんのファンがついてくるとだんだんもう言われなくなってくるんですよ。多分どの世界もそうかもしれないので、なのでもう絶対に売り上げ一番になろうと思って。すごくたくましいですね。たくましくないとやっていけないような状態がたくさんありますね。ウクレレっていう楽器を私はあんまりよく知らないんですけれども、他の楽器と比べてどのような特徴がございますでしょうか？ちょっと私のウクレレっぽくはないんですが、テレキャスターってエレキギターがあるんですよ。でそのエレキギターの形をしたウクレレなんですよ。ギターが弾けないのでウクレレを弾いているんですけれども、軽くて弦が4本なのでギターよりも抑えやすいです。でも音がもう本当にもう軽やかポロンと弾くだけで癒される、誰でも弾けるというか、ここから、3番目に C というコードがあるんですよ。もうこれだけで童謡が弾けます。例えばカエルの歌が聞こえてくるよ、あともうこれで、1曲で、キラキラ光るお空の星よ、あともうこれで2曲ですよね。でもう全部これだけです。咲いたチューリップの花が、こういうのではい3曲弾けましたねっていうのをやったりしてるんですよ。素晴らしいですねそうするとみんな本当だ簡単だね、じゃあやってみようかなっていうことでウクレレ人口が増えてますけれど、2回ぐらいちょっと病気で手術もしたり入院もしたり結構してきたんですけど、治療法がちょっと今はないので落語を見に行きなさいっていう提案をされて、落語を見に行ってこれが治るのかなと思ったんですけど、とりあえずお医者さんの言う通り行ってみようって思ったら、落語とか寄席にすごくハマりまして、手術はしましたけど結構元気になったんですよ。仕事でストレスをためずに、お金にならないかもしれないけど、とりあえず好きなことでやってみたいなと思うようになって、その落語とか寄席を見に行ってたくさん笑ったんですかね？そうですね、やっぱり笑うのが一番いいっていうことで、声を出して笑ったり歌ったりとか、人と話したりすることが一番いいんだなっ
と思ったので、ご病気の方はどうなりました？あなた来なくていいって言われていやまだ私先生のところに通いたいんですけどって言ったんですけど、もうあなたは来なくていいって言われて、笑うってことが大事ですね。笑うっていうことは大事ですよね。はい、あとやっぱり職場でストレスを溜めてはいけない。ストレスを溜めてはいけないですね。なのでもうよく寝て、よく食べてよく笑うって歌ってっていうのがまあ基本的な人間のやっぱり姿なんだなと思いましたね。それでまあ好きなことをやるって飛び出したものの、やっぱり最初の頃は結構嫌がらせのメールが来たりとか、いろんなことをこう言われたりとか、ライブハウスでもあなたなんか出さなきゃよかったとか、直接お店の人に言われたこともありましたし、そういうご苦労があるんですね。何でもあると思いますけどね。今のお仕事が自分に合わないのかなと思って、好きなことを始めたいですっていう方がいらっしゃると思うんですけれども、いろいろあってもお金は少なくても精神的に安定してるかなと思います。諦めないで続けていれば、ちょっとずつ道は開けてくるかなっていうのは思ってます。ご苦労はつきまとうけれども諦めずに続けていけば。そうですね、続けるっていうのが一番難しいなって最近は思ってるんですけれど、やっぱり最初は今でもそうですけど、ライブをすれば集客がつきものですし、イベントをすれば内容とかまた同じことをやってるってわけにもいかなかったりとか、いろんなことを言う人もいますし、会社員の方がお金で面では苦労しないので、そういった点では安定はしてるんですけど、やっぱり何か違うなって思ったら、その時が決断の時かなと思って飛び出したんですけれどそれなりにいろいろその日暮らしみたいな感じではあるんですけれど、でもお体も元気になられて、そうですね、人生も充実している感じですか？先のことはわからないんですが、乗りかけた船なので頑張っていこうと思います。普段どのようなところで活動されてますか？ライブハウスや面白いところだと銭湯などでもやってますので、 SNS をチェックしてみてください。概要欄に載せておきますので、今日は素敵なお話をありがとうございました。ありがとうございました。今後のご活躍もお祈りしています。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。